霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著14守護霊との対面。第一期の修行中に経験した主なる事柄につきては以上で大体申し上げたつもりでございますが、ただもう一つここでぜひとも言い添えておかねばならないと思いますのは、私の守護霊のことでございます。誰にも一人の守護霊がついておることは神霊に志す方々のご承知の通りでございますが、私にももちろん一人の守護霊がついており、そしてその守護霊との関係はただ現世のみに限らず肉体の死後も引き続いて切っても切れぬ因縁の絆で結ばれているのでございます。もっともそうした事柄がはっきり分かりましたのはよほど後のことで、起遊当時の私などは自分に守護霊などと申すものがあるかないかさえも全然知らなかったのでございます。で、私がこちらの世界で初めて自分の守護霊にお目にかかった時は少なからず意外に感じまして、したがってその時の印象は今でもはっきりと頭に刻まれております。ある日、私がご神前でいつもの通り深い精神統一の状態に入っていた時でございます。意外にも一人の小柄の女性がすぐ目の前に現れ、いかにも優しく私を見てにっこりと微笑まれるのです。うち見るところ、年は20歳余り、顔は丸顔の方で、器量はさして良いとも言われませぬが、どことなく品位が備わり、雪なす富士みたいにくっきりと眉墨が描かれております。服装は私の時代よりはやや古く、太い紐でかがった広袖の白衣をまとい、そして下に火の袴を履いているところは、どう見ても御所に見扱いしている方のように伺われました。意外なのは、この時初めてお目にかかったばかりの全然未知のお方なのにもかかわらず、私の胸に何とも言えぬ親しみの念がむくむくと湧いて出たことで、それにその表情、物腰がいかにも不思議。先方は丸顔、私は細表。先方は小柄、私は大柄。外形は様で、共通の箇所がないにもかかわらず、どことも知れず、二人の間に大変似たところがあるのです。つまりは、上辺はあまり似ないくせに、そこの方でよく似ているといった、よほど不思議な似方なのでございます。どなた様でございますか？ようやく心を落ち着けて、私の方から尋ねました。すると先方は相変わらずにこやかに、あなたは何も知らずにおられたでしょうが、実は自分はあなたの守護霊。あなたの一身上の事柄は何もかもよう存じておるものなのです。時節が来ぬためにこれまで影に控えていましたが、これからは何事も話し相手になってあげます。私は嬉しいやら恋しいやら、また不思議やら、何が何やらよくはわからぬ複雑な感情で、その時初めて自分の魂の親の前に自信を投げ出したのでした。それはちょうど幼い時から別れになっていた母と子がふとどこかで巡り合った場合に似通ったところがあるかもしれませぬ。いずれにしてもこの一時は私にとりて誠に意外な、また誠に意義のある尊い経験でございました。激しい興奮から覚めた私は、もちろん私の守護霊に向かっていろいろと質問の矢を放ち、それでもなお腑に落ちるところがあれば、指導役のおじい様にも根掘り葉掘り問い詰めました。おかげで私の守護霊の素性はもとより、人間と守護霊の関係、その他につきておおよそのことがようやく得得されるようになりました。それを残らずここで物語れとおっしゃるか。よろしゅうございます。何もお道のためとあれば、私の存じている限りは逐一申し上げてしまいましょう。
話が少しかとうございまして、何やら青拍子臭くなるかも存じませぬが、それは何とぞ多めに見逃していただきます。また、私の申し上げることに、どんな過ちがあるかも、計りかねますので、そこはくれぐれも、ただ一つの参考に、留めていただきたいのでございます。私は、ただ神様やら守護霊様から、聞かされたところをお取り次ぎするのですから、これが誤りのないものだとは決して言い張るつもりはございませぬ。